韓国ソウル地下鉄カンドングチョン駅。着いたロッテワールドタワーのあるチャミシルから少し行った場所にあるカンドングチョン。さて今日行くところはこっちか。最近夏のおすすめメニューしてたのにこの料理忘れてた。大反省の意味も込めカンドングチョンの駅をこちわさびが今日も行く。3番出口を出ると地面に何か書いてある。自転車と歩行者の兼用道路ということらしいけど、これ見るたびにあの有名な都市伝説を思い出してまう。誘拐犯やったり宇宙人に連れ去られてるという話。怖っ。不満とこ。カンドングってなかなかけえへんよな。JYP？ あの JYP やんな。カンドングに社屋あんのは知ってたけど、これは社屋じゃないよね。小さいもんね。JYP を横目にまっすぐ進む。なんかあった？えらい消防車。この蒸し暑さで俺の体についた火も消してくれ。まっすぐ来ると駅名にもなっているカンドングチョンがある。なんかこうやって見ると学校みたい。そんなカンドングチョンの前も通り過ぎる。また消防車発進しようとしてる。そんな消防署の向かい側の路地を右側。こんなに蒸し暑く胃がだれてそうな時にはぴったりの料理。お店が見えてきた。着いた。早くもう腰マンモ小屋でマッククスにか。今日のお店はパジンポマッククス。何書いてんのかなと思ったら住所やったんかい。こっちにも何か書いてる。手間を惜しまず製粉製麺し、お客様に美味しく召し上がっていただくことだけを考えています。だからこれが書かれてんのか。麺の新境地、そばの香りを感じられることができるとも書かれてる。そんな新境地に連れてってもらうやないかい。あの標識のように。入店です。こちらのメニュー、大きく分けてボッサム類とマッククス類に分かれてる。ジョプシスユックにミョンテ湿気ボッサム、ハンジョンサルのボッサム。エゴマ油のマッククスにビビンマッククス、ドンチミマッククスと種類も豊富。健康的な味を込めて。あかん、連れ去られる。じゃあそろそろ注文していこうかなと思った時に目に入る QR コード注文ね。韓国語がわからなくても注文ができる。では早速注文。店内は明るく清潔感があり広々としてる。お一人様から家族連れまで年齢層は幅広い。で座った席のすぐ横にあるこのタンク、これもしかしてドンチミ入ってる？その中に浸かりたいわ。これ大根か。ほんで来た。サイレントオーダーで一言も発しないままぐるぐる熱を帯びたこの体、パジンポに飛び込んで冷ましてやるぜローリング。パジンポってカンウォンドにある観光地やんな。多分店の名前もそっから来てると思うんだけど、知らんけど。そんなカンウォンドの風をここソウルでも感じようやないか。まあいつものガマちゃんやけど。本日一杯目。セミしぐれ、好みめがけてサイレン車。ありがとうございます。まず運ばれてきたんはやっぱりドンチミ。シャリシャリ氷が見える。他にはキャベツのサラダ、水キムチに餃子ニンニクの漬けたもの、そしてセウジョン、サムジャン、ニンニクが運ばれてきた。これを見てしまうと手をつけずにはいられない。ミョンイナムル、一致団結してるところ申し訳ないけど1枚だけ取らせていただく。箸で一つまみ口へと運ぶ。シャキシャキとした歯ごたえに優しい口当たり。爽やかな風を感じてるとその風に乗ってなんか置かれた。風に乗ってまずこいつがやってきた。
同時に発酵させたスケトウダラ、ミョンテ湿気も運ばれてきた。まず一口目はお肉の味をそのまま味わいたいということで、網の塩辛をちょこんとのせる。そんなお肉だけをまずはパクリ。網の塩辛アシストで油と甘みがしっかり混ざる。お肉はパサパサしてなくて香ばしい。間違いなく動くわな。香ばしい油とともにガマちゃんいっぱい。今日はもう展開早い。マックスやからそらそうやで。もぐやでにか。来た。そういや、これどうしようかな。一番気になってたと言っても過言ではない、このドンチミ。まずはスプーンですくってみる。そいつをそのままごくり。調味料の味が強くはなく、後から酸味が追いかけてくる。爽やかという言葉がぴったり。これはちょっと後にしよう。ボッサムと同じようにミョンテ湿気が乗った麺を混ぜる。ビボガンだ。こうやって見ると結構量もしっかり入ってる。そろそろ食べ時になってきたんちゃうかな。ハサミも持ってきてくれたけど、麺は切らずに食べていこう。ほら長い。日本でもお蕎麦は切って食べるなんてことせえへんしね。最初の一口目はお前に決まり。全部口に入るかなという不安要素も抱えながら一口。すするすする、つるつると入っていく。北風に乗ってきたラブレター。今それが俺の食道を駆け抜ける。そば粉 100% なんか噛んだ瞬間ほろりと崩れる繊細さ。口の中空っぽ。麺は滑らかで香ばしい。これはもう一口すぐ入れたくなる。次はちゃんとミョンテ湿気も絡ませながら引き上げる。そしてまた大きく一口。発酵した魚の旨味とコリコリとした食感が癖になる。うまいものを口に入れると後ろからついてくるガマちゃん。強めのそばの香りに包まれながら胃の中に入っていく。ボッサムについてきたこのミョンテ湿気もそのまま食べてみる。大根のコリコリとした食感を感じた後は酸味と甘みとかすかな辛み。その中にあるほわっとした食感はミョンテやるな。こうなったらやはり合体せんとあかん。ボッサムの上にドスン。ミョンテ湿気の量に比例してボッサムの肉も2枚掴んでいく。肉厚なボッサム2切れをパクリ。きた。豚肉の脂との衝突事故。ミョンテ湿気が油をそっと包み、歯ごたえという名のリズムを与える。俺の首もリズムを刻んでしまう。そして再びマックス。油がほんのり残る口にさっぱりとした麺。この組み合わせ最高や。我慢できずにドンチミをお玉に入れてしまう。一度で二度楽しみたいから、これ後でのお楽しみやったのに。準備したお皿に水キムチを寝かせる。ミョンイナムルもつかみ再び寝かせる。さっきの歯ごたえが忘れられへん。ドスンと乗せる。そしてここからは新たなパートナー。ニンニクをサムジャンにつけ、最後の大仕事。嘘、最後じゃなかった。運ばれてきた時から目を奪われてたこのニラの緑色。そいつも上からトッピング。ミョンテ湿気とはまた違うこのボッサムの幅の広さ。味の層が折り重なっていく断面。その言葉通り、ニンニクの香りに水キムチの酸味、ミョンイナムルの爽やかさにボッサムの油に香ばしさ。三重奏が四重奏に。そして俺はもう一つ高みを目指す。五重奏目はガマの鳴き声。そして俺自身が最後の楽器となる。最終兵器、これがおつまみ。なんだかんだ言うて今日はミョンテ湿気尽くしやんか。ちょっと出てるこいつはパクッといって、今日のこのメニューでしかできない荒技。こういう時だけ頭が異様に働く。セルフ追加。ここのミョンテ湿気そこまで塩辛くないから優しいマッククスに合うのよ。自分で掴んどいて見とれてしまうこの鮮やかさ。今日一番大きな口ですすっていく。
麺は夏のセミのように歯ですぐ切れる儚さ。やけどミョンテ湿気が食感サポート。この辺は好みに合わして食べてよし。まだ手をつけてなかったキャベツのサラダ。頭は回るが手は自由行動。一口にしても多すぎ。押し込める。いよいよここから後半戦。一度で二度楽しむというのはこういうこと。最初からぶっかけてもええねんって。その辺は好みやから。でも俺はこうやって少し残したところにぶっかける。透明感のあるこのドンチミが涼しさを器の中に運んでくる。そしてまたあの荒技を披露する。カモン。俺だけの優越感に浸り出す。ただ欲望は終わりがない。もう少しドンチミ入れたい。麺も俺もまだ納得してない。清流のせせらぎ再び。ここで出ましたドヤ顔。舌も出る。ビビンからムルに大変身。味と食感の後は喉越しで味わう。清流のせせらぎが聞こえた。ダムの放流みたいなことしてるけど。せやで、せき止められてた感情が一気に溢れ出す。こうなるとより一層頭も働く。禁断の出会いが現実のものとなってしまう。ボッサムの肉とマッククスの麺合わんはずがないやんか。出会ったら最後もう後戻りはできない。この味のラッシュに俺は白旗を振りまくる。まだまだミョンイナムルが覆いかぶさり、ボッサム2切れドスン。ニンニクもサムジャンあれしっかりとつけてあげ、急降下。ニラと玉ねぎで彩りを添える。ええ感じにスピードが乗ってきた。くるっと巻いて手で掴む。そのままパクッといくと俺は両手で白旗を振りまくる。ブンブンと白旗が綺麗になびいてると思ったら、あれ白シャツが染まってた。この展開久々やって。もうええて。せっかくリズムに乗ってたのに。ちょっと気になるけどもうええかアホ。そんな悔しい感情を吹き飛ばしてくれるくらいマッククスは喉にツルツル入っていく。もう2切れがスタンダード。網の塩辛につけてパクッといこうかな思ったけど視線を感じる。多分シャツについたんこいつやと思うねんけど、ボッサムを持って和解しに来る。記念すべき和解の日にはこいつも必要。祝い酒とはこういうこと。俺はもう右手左手大忙し。まずはグラスが傾きいっぱい入れる。すぐさまパクリ。ドンチミの中に入っているこういう大根見たら食べたくなる。食べてる人は全然おらんねんけどかじってしまう。ええ音したのに周りの音とかぶってもうた。大根から出てくるこの酸味がドンチミにも出てるいうことよ。もう一回。くだらんことしてる間にもうボッサンも最後の2切れになってもうた。最後の最後まで美味しく食べる探求は続く。水キムチの上に乗せ、ミョンテ湿気もその上から乗せる。この水キムチもまたええ味出してんのよ。この店に来て俺の手も発酵されたんちゃうかな。そんな意味も込めてラストのミョンテ湿気ボッサムを引き上げる。ビヨーンと伸びてるのは名残惜しい証拠。そんな名残惜しさを綱渡りに最後のパクリ。やっぱりこれだけは残されへんよね。軽く混ぜて麺はほとんどなくなったけど、ミョンテ湿気マッククス最後の一すすり。ここに来る途中消防車がワンワン走ってたけど、俺の中の消防車はここにあった。スープまで全て飲み干すと水に当たったような体が軽くなった気がする。やっぱりマッククスはこういう店で食べるのに限る。さてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。ドンチミの余韻が美しいこのマッククスだからガマちゃんも最後の一滴まで。さすが大人気店。みんな量を求めてマッククスを食らってる。本日最後の一杯。わざと残しておいたんよ。先ほどお見せしたあのタンクの中には入られへんかったけど、俺はこのドンチミの中で秋風が吹くまで泳いでおきます。ぐいっと完食したと思ったら向こう側に何かが見える。そば茶とサゴルユクスがあったんや。
完食してもうたから最後はあったかいこのそば茶で締めくくろうとしようか。結構熱いから慎重に夫婦。そして一口熱い。関東具町駅にあるマッククスのお店。最後はえらい暑かったけど、なんだかんだでマッククス食べて体は軽い。ミョンテ湿気のうまみと歯触りが柔らかいマッククス、そしてボッサンも最高のパートナー。いやー、大満足や。区長の前に噴水が出てる。さっきな、この服汚してもうたんよな。じゃあちょっとこの噴水のお水をお借りして。全然届かんわ。ちょっとでええから拭きたいねんけど。いや、これで帰るの恥ずかしいからさ。にょろっと押す。よし、バレてない。全然届かん。音だけは虚しく響く。目の前には JYP。そよに言う単ハ語ホギハじゃ JYP。はあなんて思いながら今日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴすんだ。